まず最初は鳥山明の魅力からですね。鳥山明の魅力って僕が思うにはギャグがうまいんですよ。ギャグの間ですね。つまり振りと落ちを同じコマの中でやるって言ったらなんとかするかっていうですね、こうボケとツッコミを一つのコマ内でやると早いリアクションということになるんですよね。でそれに対して何かボケがあってその次のコマでもしくはその2つぐらい次のコマでですね、ツッコミがあるっていうのはですね、間がちょっと遠いになるんですけども、この間の近さ遠さっていうのがですね、緩急自在鳥山明って間がうまいと。でこの間をですね、アニメに置き換えると結構きついんですよね。アニメっていうのはギャグというもののスピードを子供に分かるようにする。で子供って僕ら一口に言うんですけど、子供ってアニメ見て楽しむような子供って2歳3歳からだいたい10歳ぐらいまでを子供っていうのかな今は。この全部を対象としているんでですね、反応速度が違うんですね。例えば言葉の反応速度、ギャグの反応速度に敏感なのは8歳から10歳ぐらいなんですよ。言語野が発達しているからですね。ところがですね、動きのギャグに関しての反応速度っていうのはやっぱ3歳4歳5歳ぐらいが一番反応速度が速いと。そんなの関係ねえっていう時のあれを子供が真似するっていうのは幼稚園児が真似するわけですね。子供といっても小学生になってくるとあんまりしなくなってくるんですけど、そういう運動性のギャグと言葉系のギャグと2種類あるんですけど、鳥山明両方使うんですけども、これをですねアニメの中で扱う時にやっぱ同じようなタイミングで扱うしかないんですね。アニメーションの中で子供にみんなに分かるように、つまり3歳4歳ぐらいから10歳11歳まで分かるようにするとどうしても間が伸びてしまうわけですね。でアニメに置き換えると特に鳥山明のギャグはきついんですよ。で僕は鳥山明のですねドクタースランプ好きなんですけども、これ漫画で読んでる人はドクタースランプって言うんですけども、アニメで見てる人はあられちゃんって言うんですよね。で僕は作品のことをあられちゃんと呼んでる人はアニメから入った人だと思ってるし、ドクタースランプと呼ぶ人は漫画から入った人だと思ってるんですけども、ドクタースランプね、第1話のなんかね表紙からねとんでもなくかっこよくておしゃれですよ。これドクタースランプのですね第1話の表紙なんですけど、2色カラーだったんですね、当時の少年ジャンプのドクターさん。オールカラーで始めさせてもらえなかったって。でこのひげの描き方、タバコの加え方、歯並びから分かる通りですね、リアル思考なんですよ。でボタンもですねこれボタンダウンのシャツ着てるんですけど、ボタンダウンのボタンの厚みまで書いてますよね。こういうリアル思考でありながらちゃんと顔がギャグですよね。人間の口って引っ張ってもここまで伸びないし、汗もこんなに大きくないし、眼球もこんな人間っていないんですよ。ですごくリアルに描く部分とデフォルメして描く部分とですね描き分けてるんで、その中にあられちゃんの二頭身キャラみたいなものが入っててもそんなに不自然でないと一つの話になってるんですけどもですね、これえらい難しいんですよ。っていうのはこのリアルな描き方自身は当時すでに大友克洋が描いてたんですけども、大友克洋が描くと全部大友になっちゃうんですね。つまり汗のサイズこういうふうにならないわけです。でこの汗見たら汗の中に影とハイライトまで入ってるんですよね。でこんな変な描き方っていうのはなかなかできないんですよね。これ今汗アップになってますけども、この変な描き方できないんですよ。こういうディフォルメを平気でリアルの中に入れれるというのが鳥山明の特徴ですね。漫画やわみたいになっちゃいますよね。で大友克洋を意識した漫画家っていうのはみんなこのリアル一辺倒の絵になっちゃうんですけども、これ鳥山明は自分の絵にしてるからディフォルメをこんなに綺麗に入れることができるんですよ。でドクタースランプ始まって第2話かな、のりまきあられがですねロボットであるということを隠して学校に行くシーンです。最初先生出てきてもこの先生からしても誰かモデルがいるんだろうなという描き方ですね。でこの辺の漫画の描き方はものすごく漫画っぽいデフォルメしてるんですよ。山の描き方とかカラスが飛んでるとかで、この絵はモデルがいるということが明らかに分かるちょいとだけリアル寄りなんですね。でこの絵はデフォルメ寄りかっていうとあられとその友達の女の子の名前忘れちゃったこの
頭の形まで 3D で描いてるこの感覚からしてですね、かなりリアル寄りなんですね。であられがボールを投げると。そうすると遠くまで飛んでいくとギャグなんですけども、やっぱ見てほしいのはですね、このあられの投球フォームとですね、あと投げた手が見えなくて、で投げた手の流線が顔の一部を隠す、ボールが飛んでいるという、この立体感というかですね、ダイナミズムですね。こう割と最初捨て駒まで入れて、リアルな人物捨て駒会話入れていきなりアクションなんですよ。この間がなくていきなりボンと投げて、で飛んでいくボールのリアクションというですね、ここら辺は最近の漫画と同じなんですけど、この辺のリズムというのはですね、なかなか今の漫画でもですね、なんか作りにくい。あかねちゃんですね、ありがとうございます。今の漫画でも作りにくいです。で、他のページではですね、せんべいさんがですね、映画館に映画を見に行くシーンですね。で映画を見てると興奮してですね、隣にお坊ちゃんが座ってるんですけど、ちっちゃい男の子が座ってるんですけども、興奮したせんべいさんはスクリーンに向かってその子供を投げてしまうとギャグやるんですね。後ろだと言っとるだろうがって言って子供を投げたら、それが怪物に当たってスクリーンからその子供が反射するというか、ね、跳ね返ってくるというんですけども、これをね一コマ内で描けるセンスがすごいですね。なかなかねこのデフォルメしながら遠近感をごまかしというかですね、で見てる人間に何をやってるのかっていうのをですね、一方向からだけ分かる絵っていうのはとんでもない画力ですよね。画力っていうのかな、漫画力と言ったらいいんでしょうかね。もうこうなると絵画を描くうまさではなくて漫画を描くうまさなんですよね。漫画力がとんでもなく強い作家だっていうのが分かります。遠近感の取り方と漫画なりの嘘のつき方がすごくうまいですね。であとですね、やっぱり鳥山明の魅力っていうとデザイン性と可愛さですか。やっぱね最高傑作は僕鳥山明のいろんなドクタースランプの中の発明品の中で最高傑作はタイムスリッパーだと思うんですけども、タイムマシンを発明したぞっていう時にですね、タイムスリップするからタイムスリッパーだと、スリッパーだからスリッパーを履いてるぞと。で、前から見たら目覚まし時計の形をしていて、タイム君の選択ボタン押すと過去に行って引くと未来へ行くって、この分かりやすさ、もうここら辺藤子 F 不二雄ですよ。でダイヤルがあって年数設定ダイヤル、このダイヤルをですね1111とかするとすると1111年っていうふうに表示メーターに入れてでこれで過去とか未来に行けるわけですね。でツルツル板というのに乗っていて、ツルツル板と接続コードに結ばれていると。でこの、ツルツル板の上でタイム君がですねスリップすることによって、つまりつるんとこけることによってタイムスリップが発生する。そうするとこの板の上に乗っているもの全員が同時にタイムスリップするというですね、そういう仕掛けなんですけども、本当にねなんでしょうね、このコマの中に機能ですね、どういうふうにしてこの機械は、使うのかという機能と分かりやすさとダジャレと可愛さがですね全部入ってる。もう本当にすごいですよ。タイム君見た時僕この可愛さとかっこよさとで、やっぱこれ藤子 F 不二雄もそうなんですけども、一見ですねありえないことを書いているようでいて SF 的な部分を全て抑えていると。どのようにしてインターフェース組むのかとかですね、どうやれば間違いなく扱えるようになるのかっていうですね、そういうフェイルセーフ的なものもですねちゃんとこの中に入っているところがうまいですね。でツルツル板に最終的にあられとかが乗ってですね時間旅行するんですけど、ここら辺はドラえもんのタイムマシン的なみんなが乗れる乗り物感っていうのも出してる。もう本当うまいですね。でこれが第10話なんですよ。第7話ぐらいまででドクタースランプ、実は、のり巻きあられはロボットです、それを隠して学校に行ってます、ドタバタ騒ぎみたいなものが一段落して、で8話ぐらいから博士が次々と毎回変な発明をしてっていうですね定番パターンに入るんですね。でこのタイム君が出てくるのは第10話なんですけども、もう最初期のあたりから完成された絵柄と、描き方で出てきたわけです。で、ドクタースランプこういうふうな形で連載長いこと続いたんですけど、ドラゴンボールもですね初期の流れが僕好きでですね、初期の流れっていうのはやっぱこのドクタースランプの味が残ってるんですね。で
僕らがドラゴンボールを思い出す時とか考える時っていうのは、どうやっても後半悟空の背が伸びたってからのですねバトル漫画の印象がすごく強いんですよ。でバトル漫画の印象がすごく強いから流れもですねなんか試合とか戦い展開で覚えてたりするんですけど、ドラゴンボールのやっぱ初期の面白さっていうのはウーロン登場あたりだと思うんですね。1巻2巻3巻ぐらいが今読み返すととんでもなく面白いんですけども、ですね、例えばこれもうね人気出てるから、これすいません、第1話の表紙です。第2話の表紙です。初っ端からカラー使わせてもらってるんですけど、じゃあまず第1話の表紙ですね、ブルマと孫悟空見てみましょう。バイクに乗ってるブルマと孫悟空なんですけども、第1話で絶対必要なですね主人公の顔を見せてないんですね。こんな漫画見たことないんですよ。ワンピースであろうとハンターハンターであろうと第1話の表紙って主人公の顔なんですけど、顔が見えないんですよ。でブルマも後ろ向いてるんですけど、ブルマがバックミラーで後ろを見てるものだけ見てると、このなんかこううまさというか凄さですね。であとちょっとここら辺アップにしてほしいんですけども、透明なキャノピーがですね、ガラスの風防が上かぶさってて、でそれの周りに白いフレームがついてて、でボディのここ見たらですね、ここにネジが2つついてるんですね。つまりこの透明なキャノピーっていうのは金属製のフレームがですね両側に走っていて、それをですねボディで外側からネジ止めしてるということをやってるんですよ。でここら辺のですねどうやって作るのかまで考えているですね、このデザインのセンスというかですねメカニズムのセンスですね。あと後ろの背景を見てみると、遠くの山はぶれてないのにすぐ後ろにあるですね森とかですね木というのが流れるような流線で描いてるんですね。でその流線っていうのをあんまり漫画っぽい流線にせずに、あえてイラストっぽいですねぐにゃぐにゃとした形で描くというこのセンス、本当に凄まじい画力というかですねデザインと画力がこの中に入ってるんですよね。で第2話で顔はちゃんと見せるんですけども、なんかね大きく描いてる割に横顔なんですよ。で横顔なんだけども、ここら辺アップにしてもらえますか。ブルマのですね右の眼球の膨らみをちゃんと描いてるんですね。でここら辺ね鳥山明がね後で「ドラゴンボール全集」とかを描くときに、例えば天津飯の顔とかを横で描くときにもう目の膨らみ描かなくなっちゃってるんですね。でドラゴンボールが終わってしばらくして鳥山明っていうのは絵を描くのが嫌になった、吐き気がするっていうようになって、でマックで描くようになってやっと救われたというふうに言ってるんですけど、この時代の鳥山明っていうのは目を横から描くときは眼球の膨らみまで描かないと気が済まないんですよ。で孫悟空はもうチラ見してるだけなんですよね。でこの眼球の膨らみを描きながら、この鼻筋の上の線ですね、おでこにかかる線がちゃんと右の眼球を隠しているというですね、このうまさもですね本当に注目してほしい。であとコックピットのもう取捨選択っていうのかな、いわゆる第二次大戦の時の反射式のですね、照準器からですね現代のジェット機ですね、ベトナム戦争あたりかジェット機あたりのですねレーダーとつまみぐらいまでがですねいろいろ入ってるこのうまさですね。で、ここら辺のですねこう回す式のつまみですか、この四角いの横についてる丸いの、これはですねグローブがついているですねゴツゴツの手でスイッチを間違いなく操作できるような、横になんだろうな出っ張ってる系というかですね、丸の中からネジみたいな山が出てるようなスイッチですね。でというふうにリアルに書いているのかと思えば、ブルマの手に合わせた操縦桿とか横のレバーの小ささですね。本来コックピット実際に見ると大きいですね操縦桿の握り手とグリップとかですね、このレバーのグリップとかを小さく書くことによってここ全体のスッキリ感を出してるんですね。ここら辺もですね鳥山明メカが好きで書いてるというではないんですよ。メカが好きだったらねこの辺のスイッチの大きさとかですねレバーの大きさっていうのを実物通りに書いちゃうんですけども、女の子が操縦していて、その女の子がノースリーブに近いような半袖だからあえて可愛く書くというですね、すごい。あとここにバックミラー書いてるのも僕やっぱすごいなと思いましたけどもですね、うますぎるんですよね本当に。しかし
このドラゴンボールですね、人気が出なかったそうです。ウィキペディアによるとですね、5週連続カラーという大々的な扱いで週刊連載開始されるもですね、あんまり人気がなくてですね、まあまあ、徐々にですね、あられちゃんの次だというふうなことで期待票もあったんですけど、人気下降してですね、アンケート結果がですね、15位にまで落ちたと。15位ってもうほとんど最下位に近いんですよ。確か当時のジャンプって18ぐらいだったかな。まあまあほとんど最下位に近いんですよね。で、担当の鳥島さんにですね、主人公が地味だから人気がないというふうに言われてですね、以後強さを追い求める主人公というのをテーマに作品を持たせると。これをウィキペディアに書いてるんですけど、その発想から一旦サブキャラを下げて修行編を作ると。つまり一番最初はドラゴンボールというのは最有機ですから、なんだろうな、天竺というかドラゴンボールを目指して猿と豚とっていうのが、旅をするとカッパっていうのが、あれなんでしょう、ヤムチャなんでしょう。で、三蔵法師の代わりにですね、ブルマを置いてやってたはずが、もうそこら辺のキャラクターを一旦全部整理してですね、修行編というのをやったと。無天老師のところで、クリリンと一緒に修行すると。で、その成果を見せるために天下一武道会が始まり、主人公である孫悟空のキャラクターが確立されて、人気が急激に上昇したと。あの辺りからなんですね。その無天老師のところで修行して天下一武道会でやっぱ戦いを始めてからやっと打ち切りを逃れるようなですね、人気漫画になっていたわけですね。でその頃ですね、やっぱ人気上がってたのでフジテレビから集英社に話があってアニメ化につながると。で天下一武道会編でやっと読者アンケート1位を獲得して、その後ですね、連載終了までほぼ不動の1位というですね、化け物漫画になったわけですね。連載終了まで不動の1位というのはすごいですよね。で第25話のクリリン初登場あたりからですね、アンケートの結果が良くなったらしいんですけれども、ちょっとじゃあ見てほしいのはですね、そのクリリン登場したあたりですね、32話を持ってきたんですけど、32話のですねワンシーン見てください。ワンシーンというか見開きページですね。32話で無天老師のところで修行していよいよ天下一武道会が始まると。お前らその背中の重い甲羅を外せで甲羅を外すと体が軽い、ジャンプしてみろって言うと、もうこれまで4段で細かく書いてたのを全部ぶち抜いて、で上のフレームいっぱいまで抜けた画面でバヒューンと2人ともジャンプして、で対空してちょっとおしゃべりができるぐらいの余裕があって着地するという流れになってるんですけども、確かに面白いんですけども絵に来れなくなってるんですね。まず無天老師のところで修行してるという理由も、後に鳥山明が言う通り、もう町とかですね、そういうふうなものを書く余裕がなくなってきたから、戦う場所といったら岩山とかですね、ここは人が多い場所を移そうぜ、ふっふっかまわん、お前の好きにするがいって言ってですね、もう岩山行くとかですね、ナメック星は草木も生えてないところだって、草木が生えてないのは鳥山先生の事情ですよとかですね、いろんな事情があって、ドラゴンボールっていうのは、あと天下一武道会も周りの観客はいるんですけども、基本的に舞台の上ですね、石の石材で組んでる舞台の上で戦うので、あまり作画的にしんどくないんですね。でそうやってですね、作画で楽をするしかなくなってきてるんですけども、絵に来れなくなってきてるんです。構図とか相変わらずうまいんですけども、絵に来れなくなってきて、一応無天老師の車が多分ね、これシボレーのインパラかなと、あんまり車詳しくないんで、シボレーのインパラのなんだろうな、天井が取れるモデルかもなとは思うんですけど、ここで遊んでるぐらいですね。で、ここぐらいしかもう遊びようがなくなってきて、鳥山明のですね、絵の魅力、ドクタースランプの頃にもう本当に遊んでコマの隅まで遊んでいた、知り合いの顔を入れてみたりとかですね、そういうようなことがどんどんできなくなってるんですね。で、この後ですね、天下一武道会が始まって、どんどん人気が上がるんですけども、しかしここでですね、アニメ化の企画が始まってしまったんですね。でアニメ化の企画が始まると、ドラゴンボール、この初期のドラゴンボールっていうのは孫悟空修行編、レッドリボン軍編、ピッコロ大魔王編っていう風になってるんですけども、孫悟空修行編のクライマックスが天下一武道会なんですよ。でレッドリボン軍編になって徐々に路線がハード化してきてですね、ピッコロ大魔王編では人がバンバン死ぬようになってしまうというですね、路線のハード化が進んだんですね。で
レッドリボン軍編半ばのですね、第84話ですね。聖地カリンの親子という回です。これちょっとコマを整理して見やすくしてるんですけども、カリン島というですね、聖地を守るこのインディアンみたいなボラっていうお父さんですね。この人、お父さんと、で、その息子のですね、なんだっけな、ウパだ。ウパっていうのがですね、出てくるんですけども、カリン島のボラが、聖地に侵入してくる侵入者を倒すシーンなんですけど、まあ、敵は銃を持ってるとはいえ、槍を投げてですね、それが木を貫いて相手を殺してしまうわけですね。でも死んでる顔を描いてですね、で、他にも死体がいっぱい転がっていると。で、子供たちを葬ってくるから、でも待っておれっていうことで死体をこう掘るんですけども、これまでもドラゴンボールっていうのは人が死ぬシーンっていうのは確かにあったんですけども、ここまでですね、なんだろうな、じゃないというか、もっとソフトな表現で逃げてたのが多かったんですね。バーンと撃たれて死んだ後で、私死んでますけど、知っとるわいっていうですね、ボケとツッコミが入るような流れで表現してたんですけども、この辺りぐらいからちょっと人が死ぬっていうのをですね、はっきりと書くようになってきてるんですね。で、まあ絵にも徐々に余裕がなくなってきてます。まだこの頃はね、森を描くときに一本一本木を描いてるんですけど、後になってくるともう塊として描いてるようになるんですね。でこれは後のですね時代に、鳥山明以外の人が色を塗ったですね状態のカラー版ドラゴンボールだから、あまりよくわかんないんですけど、なかなかこれモノクロ版の連載当初の形で見ると、当初は楽しんで背景描いたのに本当に余裕なくなってきたんだなっていうのがわかるんですね。でこの当時の表紙ですね。さっきの表紙と比べるとやっぱりうまいんですよ。うまくて動きがあるんですけども楽しんでないですね。とんでもなくうまいです。何がうまいのかっていうと、僕はやっぱアニメやってた時にどんな絵がうまいのかっていうのを本当に超うまいアニメーターたちに説教したんですね。岡田さんなんてまだ自分が絵が描かないからリアルに描いてたらうまい絵と思ってるでしょうと。つまり最近のアニメとかにあるやたら綺麗な絵とかですね、髪の毛とか細かく描いてる絵がうまいと思うでしょうと。違いますよと。本当にうまい絵というのはどんなものかというと、この腕の長さ。これね、悟空って子供だから腕が極端に短いんですよ。短いのにここに関節のくぼみがありますよね。この位置に。関節のくぼみがあって、ここで一回筋肉がへこんでるから、ここがですね、膝の関節だとわかるんですよね。肘だ。肘の関節とわかるんですよ。で、この右手ですらなんとなくの位置がわかるようになってると。で、腕がこんなに短いのに関節の曲がる位置がちゃんと分かって、その上で腕を伸ばしてるのを描いてると。つまり伸ばした棒として描いてるのではなくて、本来この位置で曲がる腕をまっすぐにしてるんですよっていうのが分かるように描いてる。これがもうめちゃくちゃうまいわけですね。でも楽しんで描く余裕が、絵がうまいからそれ描けるんですけども、楽しんで描く余裕がないからちょっとデザイン的に処理してるわけですね。で次のですね、その86話ですね、タオパイパイの必殺ドドンパっていうですね、回なんですけども、これもですね、一応出てくるキャラとかを書いて、でかりんとうが上果てしなく伸びていって森っていうデザイン処理で書いてるんですけども、やっぱ他にいろいろ書けそうな部分をあえて外してる、デザイン的に逃げてるんですね。ちなみにですね、タオパイパイのモデルは漫画家の石川淳なんですけども、石川淳っていうのがどういう人か知りたかったらひらがなで石川淳としてですね、Google で画像検索すると石川淳の写真で出てきますけど、タオパイパイにかなり似てますから、まだ知り合いを漫画に登場させる理由がありますあった時代ですね。興味ある人は調べてみてください。で悟空もですね、こういうだんだんハードな展開になってきたのでですね、シリアス化してきます。ピッコロ大魔王編の半ばでですね、人類絶滅を目指すピッコロ大魔王がついに悟空に倒されたと。で倒されてですね、しかし話はまだ続いてですね、人気がもう出てるので、本当はピッコロ編終わった後で鳥山明辞めたかったという噂もあるんですけども、
で再び天下一武道会が始まって3年ぶりにですね、3年間神様の下で修行した悟空が3年ぶりに再会するというシーンです。でその時に悟空が背が伸びてたんですね。でその回の見せ方が本当にめちゃくちゃうまいんですよ。ですね、第166話それぞれの再会という回です。これ扉が終わって最初のページなんですよ。まず悟空を出す前に天下一武道会場が雨が降ってるんですね。で雨が降っていて、でその中からですねタクシーが来てるわけですね。で天下一武道会場1ページ丸々捨て駒みたいなですね、状況だけを見てると。でここでみんななかなか来ないなって言ってるとタクシーが止まって、そこからブルマが降りてくるわけですね。でブルマが降りてくるんですけども、映画を完全に意識してますね。この小回りっていうのは一番最初に状況を見せて、でサブキャラが噂話をして誰が最初に来るだろうというふうに言ってるとタクシーが終わってきて、でタクシーも料金支払ってちょっと後ろ向きになって傘を差しつつあるブルマっていうですね、めちゃくちゃ映画っぽいコマです。もう一回ねやっぱ楽しんでる感があるんですね。で多分この辺りでですね、鳥山明も長期連載を確保した頃だと思うんですけども、もうねピッコロ大魔王編の前半とかにですねちょっと余裕がなくなってきたの、もう一回余裕取り戻してきてるから、いろいろいろんなものを書くだけのですね心の遊びが生まれてきてるわけですね。うまいです。で、この後ですねブルマが降りてきたということでですね、ブルマ登場ですね。2分の1っていうかですね、2分の1ページ分ぶち抜きというやつですね。こういうのをですね1234と4つに縦に分かれているので2段ぶち抜きって言うんですけど、2段ぶち抜きで出すんですね。でブルマを2段ぶち抜きで見せて、成長したな、色っぽくなったなっていうのを見せてきて、悟空はどこだと押すって言って声が来て、後ろ姿で3段ぶち抜きですね。3分の2使ってですね、4分の3かぶち抜きでですね悟空を見せてますね。で次のページではもう本当に、もう一段多いぶち抜きページでですね悟空を見せてるんですけども、こういうですねこの、雨の中の天下一武道会場で風景描いて、来ないなって言ったらブルマが最初現れて、ブルマの変化を見せて、ブルマお前いい女になったなみたいなことを言いながらやってると、やたら体のでかい男が現れた。それは誰かっていうと悟空だった。このね見せ方は、この辺が多分鳥山明の漫画家としての頂点だと思います。もちろん人気漫画として面白いのはここから先どんどん面白くなるんですけども、絵のバランスと見せ方っていうのを全部書いてる、そこら辺の総合力で評価すると、この辺の鳥山明が、彼が描きたかった子供漫画のほとんど頂点にいたんじゃないかな、絶頂期だったんじゃないかなと思います。でこの辺で、ドラゴンボールのアニメ化が決まったんですけども、ドラゴンボールこんなに大好きな僕なんですけども、アニメのねドラゴンボールってあんま好きになれなかったんですよね。あられちゃんですね、ドクタースランプは好きだけどアニメのあられちゃんがあんまり好きじゃなかったのと同じで、鳥山明の大事な間が生かされてなかったからなんですよ。で大人も読めるテンポのギャグ漫画家としての鳥山漫画と、あと子供に大人気の鳥山アニメっていうやっぱ差があるんですよね。漫画とアニメでやっぱ差があって、なわけで僕はドラゴンボールは、アニメの方はZ も回も全部見てないですけど、チラ見はしてるんですよ。で原作から外れたと言われてるドラゴンボール GT も興味はあったんですけども、いくつかちょっと見たぐらい、もう本当に眺めたぐらいなんですよね。で4月16日ですね、今度の土曜日にですねフジテレビ系で「ドラゴンボールスーパーブロリー」っていうのをやるんですけど、ブロリーやるとして気になったんですよ。そういえばドラゴンボールスーパーというやつだけチラ見もね全然してないなっていうふうに思ってですね、で気になったんですよ。だからさっきも言ったように漫画のドラゴンボール至上主義者、鳥山明至上主義者だったもんだから、アニメでのオリジナル展開っていうのを追いかけてなかったんですけども、この「ドラゴンボールスーパー」っていうのは脚本段階から
かなり鳥山明が詳しく詰めてて参加していて、で気に入らなかったら鳥山明が修正するとまでやってるんですね。修正してるんですね。じゃあどうなってるんだろうと。まあちょっとね原作の「ドラゴンボール」ファンである自分っていうのが重たかったからどうしようかなと思ったんですけども、読んでみたんですよ。で、漫画版のですね「ドラゴンボールスーパー」を読んでみたらですね、これがね面白いんですよ。案外って言ったら失礼なんですけども意外に面白いんですよ。で、アニメから入った世代とかドクタースランプを知らない世代にとっては鳥山明イコールバトル漫画の天才なんですけども、それ以前のドクタースランプから読んでる僕にとってはですね、可愛くて愉快な漫画を描く、タイムマシンを描くときにタイムスリッパーを描くような鳥山明なんですよ。だからなんかね「ドラゴンボールスーパー」ってバトル漫画なんですよ。基本バトル漫画なんですけども、かつての鳥山明の雰囲気が割とね入ってるんですよね。でそれはなんだろう、今の鳥山明でも案外描けない漫画なんですよ。でいや僕がドラゴンボールスーパー面白いなと思ったのは鳥山明が描いてないからなんですよ。絵を鳥山明が描いてないから。とにかくね「ドラゴンボール」が大好きっていうですね豊太郎という人が作者なんですよ。豊太郎という人が絵を描いてるんですね。なので面白いんですよ。ドラゴンボールの続編を恥ずかしくないものを世に出したいというですね目的意識で漫画家になったとんでもないファンのやつが作ってるってですね、そうですね「スター・ウォーズ」でいう「マンダロリアン」みたいなもんですか。マンダロリアンのシリーズって各話数の監督とあと総合プロデューサーの対談してるのを見たらもう全員「スター・ウォーズ」のファンなんですよ。で「スター・ウォーズ」のコテコテのファンが「スター・ウォーズ」の続編っていうのはこうでなきゃいけないというふうな感じでですね、ものすごいファンというかマニアのいいとこも悪いとこも丸出しにして作ってる、それがその「マンダロリアン」シリーズの面白さだと思うんですけども、ドラゴンボールスーパーと同じなんですよね。別に鳥山明がやってない、ジョージ・ルーカスがやってない、でもかなり面白くなってると。で完璧に同じじゃないんですけど別の面白さを作ってるんですけども、やっぱり豊太郎という人のですねこのなんだろうな、書く漫画が案外面白い。正確に言えば鳥山明が最初にプロットあらすじを書くんですね。で豊太郎先生がそれをネームにして出して返して、で鳥山明が修正指示出すんですよ。この修正指示がドラゴンボールスーパーの単行本のですね4巻か5巻あたりからですねラストにつくようになって対談がついて修正指示がつくようになってるんですけど、めちゃくちゃ細かいところ直されているんですね。この辺も見ものなんですけども、鳥山明がもう楽しんで漫画描けないよってこぼしてたんですけど、多分ねこのものすごく熱心な「ドラゴンボール」の本物をやりたいというファンの自分の絵にかなり似てる絵を描ける漫画家がついたっていうのはフォーメーションはね、このフォーメーション僕理想なんじゃないかなと思います。とにかく鳥山明いまだにねアイデアが尽きないんですよ。なんぼでもアイデア出てくるんですよ。でなんかですねサイヤ人編で最初ドラゴンボール悟空のお兄ちゃんが地球に来て戦って倒れる時に「ふふ1年後にはベジータが来るぞ」って「ベジータとナッパが来るぞ」って言ってて「えらいことだ」って言って1年間修行するのあるじゃないですか。で鳥山明登場する全キャラクターのその1年間の行動を書いてそうなんですけども書いてても別に発表しないんですよ。とにかくそれぐらいアイデアが尽きない人なんですね。どんな修行をしていたかっていうのも全部考えちゃうわけなんですけども、だから僕らはその結果だけ見てですねクリリンが紀元山って言って紀元山をバッと出すとこ見ておおって思うんですけども、ちゃんと鳥山明は紀元山っていうのがどのような修行をして生まれてきたのかっていうのも考えてるわけですね。そこら辺の対談とかも割と出てきて面白いんですけども、そういうアイデアが尽きない鳥山明とドラゴンボールが描きたくて鳥山先生に褒められたくてファンに認められたくて仕方がないという豊太郎のです理想のコンビネーションでですね、おそらく今鳥山明がドラゴンボールの続編をいやいや描くよりもよっぽど面白い漫画になってるんですよね。であと時々出てくるしょうもないギャグも好きです。ドラゴンボールスーパーで
ブルマが帰っていった後ですね、お互い気の強い嫁さんだよなというふうにこぼすと、まあなって言って、だが俺は嫌いじゃないっていうですね、ベジータが言うんですよ。でそんなこと言ったら、俺だって父のこと好きだぞって言うと、ベジータがですね、気の強い女しかいないサイヤ人の血だって言うんですよね。で、これのリアクションが真ん中にいるですね、ピッコロ大魔王がですね、そうかやっと理解できたっていうふうに言うんですけども、完全にこのギャグのシーンなんですけども、これね、本人にしか書けない、やっぱりね、鳥山明しかこれ書けないんですよね。お話として。他のパロディとして、ドラゴンボールが好きな人だったら書けるかもわかんないんですけども、ここまで突っ込んだ表現を、つまり原作を崩す。悟空っていうのはこんなキャラでも大丈夫、ベジータはこんなキャラでも大丈夫っていうのは鳥山明がやっぱり許さないと、今コメントに流れたんですけど、恐れ多くて書けない感じがするんですね。で、気の強い女しかいないサイヤ人の血だっていうのがですね、サイヤ人って実は全員カカア殿下だったっていうのがわかるですね。恐ろしい裏設定まで明かされてるんですけど、本当に面白いですよね。ただそれでも、ちょっとここアップに、あんまり小さすぎるからなかなかなりにくいと思うんですけど、鳥山明だったらここでピッコロの口開けないと思うんですね。この両手握ってピッコロの口開けてるっていうのは、ピッコロのキャラからややずれてると。そういうことがやっと理解できたぞっていうですね、そのネーム段階ではこれ正解なんですけど、ピッコロの表情はちょっと鳥山明っぽくないなと。もう本当ここら辺だけです。この辺のちょっとした違和感、アニメっぽいっていうかですね、アニメコミックっぽいんですね。そこら辺だけがその豊太郎先生に対して僕が感じる違和感なんですけど、でもそんな違和感よりよくこの悟空とベジータのセリフを引き出してくれた。ありがとう豊太郎先生と。これをネームを書いて鳥山明の OK をもらったということは、ここにも鳥山明の修正が入ってるんでしょうけども、この設定で OK なんだということですね。で、あと、これね、別にこのシーンどのシーンってことはないんですけども、ブルマ一家のパーティーというのが出てくるんですよ。ブルマ一家がですね、しょっちゅう食事するパーティーのシーンに出てくるんですけども、世界でも有数の金持ちなんですね。ブルマの家っていうのはカプセルコーポレーションの社長の家ですから、本当に世界でも有数の金持ちの家なんですけど、そのね、パーティー食事のシーンっていうのは必ずね、まず中央にいくつかテーブルがあって、その上にごちそうが乗ってるんですよ。で、その周りになぜか屋台が出てるんですよね。寿司の屋台とか天ぷらの屋台とかたこ焼きの屋台とか。で、あれ何かっていうとですね、幕間に登場するですね、集英社のパーティーなんですよ。だから、豪華なパーティーを書こうとしたら、鳥山明も豊太郎も集英社のパーティーしか思いつかないっていうのがですね、漫画家の想像力の限界でめちゃくちゃ面白いですよ。だって、世界一の金持ちがパーティーやるときに、テーブルの上にごちそうはいいとしてね、立食パーティーなんですよ。で、周りに屋台出てるはずがないじゃないですか。で、そこで焼きたての餃子とかを出してるんですけども、その発想がもうね、集英社のパーティーなんですよ。で、アニメ版で、じゃあどうなってるんだろうって、ドラゴンボール神と神というやつで見てみたらですね、ブルマの家のですね、その、パーティーではですね、ビンゴ大会まであってですね、ビンゴの景品でなんかすごい豪華なものが書いてるんですけども、パーティーでビンゴって、クライマックスでビンゴって、やっぱりそれも集英社なんですよね。集英社、完全に集英社のパーティーなんですよ。あとはいいのはですね、ベジータなんで帰ってきちまったっていうふうに聞くと、ブルマに子供が生まれるからだというと、お前が産むわけじゃないから別にいいじゃんかっていうと、バカずっと恨まれるぞって答えるんですね。そうすると悟空が、構うもんか、俺なんてご飯も御殿も生まれたことも知らなかったっていうふうに答えるんですよ。でこの後ですね、貴様は悪いやつではないかもしれんが父親として最低だっていう流れになるんですけども、これもね、やっぱね、鳥山明が参加してないと無理なんですよ。これアニメ版にもあったそうですから。で、アニメ版もやっぱ鳥山明が脚本書いてるんですけども、先生本人がこれ書かないとやっぱりみんな言い出せないんですよ。で、言い出すと鳥山、悟空って実はこんなやつだったんだっていう、それまで鳥山明の頭の中にしかなかった、いわゆるその1年間どんな修行をしてたかっていうのがあったのと同じように、父と結婚した後、悟空はどんな新婚生活だったのか、どうやってご飯が生まれたのかっていうのを、実は鳥山明はちゃんと考えてるわけですよね。で、
これでようやっとそのドラゴンボールの本編でですね、父はなんであんなに、悟空に厳しいのかという裏設定がですね、明らかになってきたんですけども、その他にもですね、なんだっけな、またね、この手の、夫婦の話っていうのベジータと悟空よくやるんですけども、悟空キスしたことない問題っていうのが出てきて何お前はキスしたことがないのかと悟空が「ああないぞ」ってきっぱり胸張って「そんな気持ちの悪いことはしたことがない」お前でも結婚して子供を作ったよとそれと何が関係があるんだって悟空がはっきり言い切るシーンがあってですね、本当に何か先生鳥山先生そこはいくらなんでもすごすぎますよっていうですね、まあね、父が悟空に厳しい時ご飯が大怪我した時にご飯のことばっかり心配して悟空のことはどうでもいいとかですね役立たずみたいな扱いをするっていうのは実はこんな理由があるんだっていうのはですね、やはり結婚生活を送っている鳥山先生が自ら書かれるとリアリティがものすごくありますよね。あと僕もうどうでもいいシーンなんですけども、この宇宙が生き残る戦いっていう、しょっちゅうこれ出てくるんですよ。でドラゴンボールのですねスーパーの中で宇宙同士が戦うというのがあるんですね。この宇宙全体でなんだっけな12個の宇宙があるんだのがあって12か16だったかの宇宙があって12だったかな。でそれ全部で戦ってでトップになった宇宙以外は消されるというのがあって、でどの宇宙が残るのかっていうですねなんかこうバトルロイヤルみたいなのがあるんですよ。でこの宇宙我々の宇宙では銀河系からはるか向こうの銀河系まで含めて全宇宙から強い選手を10人集めてこなきゃいけないと。でもう本当に全宇宙といっても設定ではですね地球人がかなり強いことになってるんでですね10人の選手をとにかくなんか3時間以内に集めなきゃいけないのかな。で無天老師まで借り出されるんですよ。無天老師いくらなんで無茶だろうと思うんですけど、であと一人がなかなか思いつかないんですよ。であと一人誰かいないのかいないのかいないのかっていう時にですねブルマがですねまだ9人ですよ他に選手はいるのかっていう時にですねブルマがヤムって言って顔が見えてないんですけどもみんなの前で名前が言えないんですよね。でもヤムちゃん無理かというような言い方なんでしょうけどもですね、そもそも顔を思い出せなくなってるというギャグなんですよね。これ顔をちゃんと思い出してる時はちゃんと顔全部描くんですけど、なんで影になってるのかというとこの当時のブルマにはもうすでに顔が思い出せなくなってる元彼のはるか昔の思い出に過ぎないというですね、こういうギャグをなぜかぶち抜き縦長のコマでやるセンスっていうのもやっぱすごいですよね。トヨタロ版のですねドラゴンボールスーパーはガチのドラゴンボールマニア、いわゆるバトル漫画としてのドラゴンボールとかアニメのですねドラゴンボール Z、 あとそういうのを好きな人には鳥山明の絵じゃないからっていう理由であんまり評価されてないみたいなんですけど、僕はあんまり気にならなくてですね、ドラゴンボールの続編ってこんな感じでいいんじゃないかなと思います。番外編として割と有名な秋元治と合作したですねこちらナメック製、ドラゴン公演前発書も読んでみましたし、あとはワンピースとのコラボレーション作品も読んでみたんですけども、こっちの方が面白いんですね。ドラゴンボールスーパーの方が面白いんですね、ギャグも。ということでですね、長くなりましたけどもドラゴンボールスーパーについて延々語ってみました。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。